こんにちは、アッキースーさんです。頼まれている柿の木の伐採は、ツリークライミングの道具が揃うまでの間、ちょっとまだ時間がかかるので、しばらく放っておいたうちの山の整備をやっていこうと思います。今日は、ここ何年も手をかけていなかった土手の部分の整備をしていこうと思います。一度伐採したのが5年ぐらい前になりますかね。そのまま放置していてかなりボサボサになってきていました。少し樹形を整えたり、ちょっと木が多いなっていうところは本数を減らしたりして、少し、整えたいと思います。この辺はクスノキのすぐ真下ぐらいのところです。カエデとケヤキが1本ずつかなり太く育っていたのがあったんですよね。クスノキが思いっきり目立つようにと思って、切り倒しました。かといって根元からすっかり切るわけではなくて、なんとか木伸びてほしいなと思って少し切り株高めに残しておきました。これはカエデですね。何本か太めのを残して栄養を集中させましょう。右上にあるのがケヤキですね。下の方に2本かき抜きがあるんです。日が当たりやすいように裏地のがしとかはもう切ってしまいましょう。このぐらいにしてまたしばらく様子を見ましょう。次はクスノキです。これも同じ時に、師匠に切り倒してもらったものです。当時かなり畑の方に枝が張り出してまして、まあ夕方になるのがとっても早くなる感じでした。ということで切り倒してもらったんですが、かなり太かったですね。道路の下の畑に置いてあるかなり太い玉木は、このクスノキから切り出したやつです。これも3、4本だけ残そうかなと思ってます。
このぐらいにしておきましょうか。このビアも少し剪定します。途中ですが、この辺でバッテリー切れになってしまいました。天板付近を買ってスッキリさせましょう。
家の東側まで来ました。すぐ後ろの杉の切り株は、クスノキと一緒に師匠に切り倒してもらったものです。この杉の木も先ほどのクスノキも芯が腐れ始めていて、あと何年も置いていたら結構やばかったような気がします。頼んだ当時はなんか理由もなくとにかく早く切り倒さなきゃいけないっていう風になんか感じたんですよね。いや本当にお願いしてよかったと思います。ここにも10メートルぐらいの高さになるような大きな椿がありました。枝葉がすごい生い茂っていて、奥の方がまるっきり見えなくなるような状態だったので思い切って切ったんですよね。太い切るのは初めてだったのですごいビビりながらやったの懐かしいですね。あとは天板を買って終わりにしましょう。片付けはまた明日やることにします。ということで今日はここまで。できることなら今シーズン中に中の方まですっかりきれいにしてみたいですね。では明日も頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。